ダイソーでアルミテーブル売っていたので買ってみました。お値段は1000円です。ちなみにこんな状態で売っています。ケースから出すとまるでお札のようなものが出てきます。このお札っぽい紙の中にはパーツが入っていました。完成品がこんな感じなのでイメージしながらはめ込めばいいんじゃないかな。早速組み立てます。まずは足らしきものを置いて細長いパーツをはめ込んでいきます。2つね。土台っぽくなってきた。では天板をはめ込みます。溝に差し込むだけで完成しました。思ったよりコンパクトで軽い。耐荷重は 10kg。 ちょっとしたテーブルって感じかな。アルミなので熱々なものも気にせず乗せれるね。今回はダイソーのアルミテーブルでした。今回はダイソーでスキットルが売っていたよ。お値段300円。こいつって小さい頃から憧れてかっこいいなって思っていたけど、まさかこの年になってダイソーで手に入れるとは思っていなかった。中には本体とロートが入っていました。いやーかっこいいね。海外ではヒップフラスコと言われているように本体の湾曲がお尻のポッケにぴったり。蓋がなくならないような設計だね。でロートを使ってこぼれないように入れてみます。こいつはステンレス製で容量は 180ml で頑張れば 190ml 入るみたい。気をつけて入れないとこぼれそうです。こぼれました。少し持ち上げて入れるとすんなり入るよ。ありゃりゃ溢れました。ちょっと飲んでみます。ラッパ飲みだとちょびっとしか飲めないけどやっぱかっこいいわこれ。ロマンある。今回はダイソーのスキットルでした。今回は100均のペグの紹介だよ。ダイソーで売っている 15cm と 30cm のペグ。セリアのペグ、先端がねじ巻いててすごいね。どちらも蓄光で光るみたい。テント付属のペグって針金みたいな貧弱なペグだと曲がったりすぐに抜けたり風が強い日にはちょっと怖い。では実際に地面に埋め込んでロープで引っ張って抜けないか見てみます。まずは針金ペグ、ロープを引っ掛けて反対に引っ張ってみます。すっぽ抜ける予定でしたが大丈夫だったね。次はセリアの 18cm、 全体重をかけています。抜けませんでしたね。今度はダイソーの 15cm でやってみます。体重かけると同時に抜けました。では 30cm のペグでいきます。こいつだけ1本200円する高級品です。しなりますがびくともしません。マジでびくともしません。いやこれ安心だね。コスパがセリアで安心度合いはダイソーの 30cm ですね。テント付属のペグが弱いなと思う人は数本これに変えてもいいかもしれませんね。今回は100均のペグでした。今回はワッツの具を取り外せるスライドバーベキュー串 45cm の紹介だよ。110円ね。見て、こうして具を出すことができるんだ。というわけでコンビニで買ったチーズパンを焼いてみたよ。いい匂い。焼けてきたようだね。じゃあ外してみよう。ほら簡単、画期的。今度はお肉を焼いてみました。やっぱ絵になるね。ちなみにダイソーでも同じような串が売ってあるんだけど、あちらは 35cm でこっちは 45cm。 いっぱい刺せる。この 45cm の串は今まで使って長くて困るってことは特になかった。いい感じに焼けてきましたね。やっべえ、腹減ってきたよ。取り出します。金属だから串自体も熱くなって中も火が通りやすいかもしれないね。うまい。今回はワッツのスライドバーベキュー串でした。今回はセリアで売っているバードコールを買ってみたよ。よく分からずに買ったんだけど、山や森で野鳥に話しかけてみようって書いてある。中身はこれなんだよね。なるほど。小鳥の声に聞こえるわ。じゃあ早速こいつで森の鳥たちと会話してみようじゃないか。おーい、お話ししようぜ。誰も返事してくれないね。時間帯が遅かったかな。ちょっと音が届かないのかな。じゃあこっちで呼んでみるか。多分朝だったら会話ができるかもしれないね。今回はセリアのバードコールでした。